2022年4月16日から30日までの水亀座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。4月16日から30日までの水亀座さんのリーディングを行います。まずこちらにタワーが出てきてしまったんですが、今回このタワー以外はとても良いカードばかりで、平和的な解決というカードも出ておりますし、その他のカードの意味合いから考えても、今回のこのタワーの予期せぬ終わりというような出来事というのは、あなたが次に進んでいくための終わり、もともとあなたが手放したかったものかもしれませんし、もともとあなたが予測していたことかもしれませんし、本当は手放したかったものだけれど、いろいろなしがらみがあって手放せなかったというものかもしれませんが、それがあなたから手放すというよりも、外側からの力が働いて、それがなくなっていく、その関係がなくなっていく。結構大きな節目になる方がいるんじゃないかなって思うんですが、例えばこれを終わらせるために、去年からいろいろと取り組んでいたとか、それを終わらせなければいけないということを分かっていたとしても、どうしても譲れないことがあったりして、手放しきれなかった。それはお仕事の場合もあれば、結婚、恋愛などの人間関係、今まで惰性で続いていたようなもの、そういったものを終わらせる時が来て、そして問題を平和的に解決して、次の役割に進んでいく。こちらに帽子のカードが出ておりまして、終わると同時に次の役割が始まっていく。それは結婚が終わる場合は、今までの夫や妻という役割が終わって、違う役割が始まっていく。お仕事も、この時終わる場合のお仕事というのは、問題が多かったお仕事だったんじゃないかなって思うんですが、それが突然終わることによって、次あなたを生かしていくお仕事がすぐに決まっていく。このすぐに次が用意されているという感じなので、この終わりが突然だったとしても、すでにあなたは予測していて、自分のために次をすでに用意している。なので問題を引きずらずに平和的に解決をして次に進んでいく。こちらにソードのクイーンも出ておりますが、この切り替えの時、しかもとてもドラマチックな切り替えの時ですので、アップダウンが激しかったりとか、目まぐるしくいろいろな出来事が起きてくると思うんですが、その場合もその起きてくる出来事に振り回されることなく、冷静にその出来事を分析して、そして迅速な判断ができる。だからこそとても切り替えが早い。そしてこの時は冷静で分析能力が高いというだけではなく、とても感性が豊か。そしてその感性を上手に周りに表現できる。ですので、この新しい役割を得る最適の時だと思うんですが、こちらにカップの息子、カップのナイトとカナリアのカードが出ております。その表現というのも、あなたの声がとても大きな力を持っている。ですので、面接にとても良い時ですし、初めて会う人にもあなたの魅力を惜しまず表現できるという時ですので、恋愛が始まる、恋愛を深めるためにもとても良い時だと思います。
とにかくこの時は、人と交流することがあなたのラッキーアクションで、この終わりがあるからこそ、平和的に問題を解決していったからこそ、外の世界に開かれていく方もいると思うんですが、もっとあなたを外の世界に、違う世界に羽ばたかせるために、この終わりがあるというふうにも言えると思います。それでこの時、お相手をお探しの方にとっては、恋が始まる大チャンスの時だと思うんですが、そのお相手というのも、こちらにティーポットのカードが出ておりまして、同性のお友達が紹介してくれる方が、次のお相手になっていく可能性が高いんじゃないかなって思います。あなたと趣味や話す内容というのがぴったりな人、カナディアのカードも出ておりますし、音楽の趣味が合うとか、歌が上手い人、もしくはあなたの歌を褒めてくれるような人、一緒に音楽を作り始めるという感じもしますし、この時役割が変わってくる、加わってくるという時でもありますので、例えば趣味で新しく音楽のグループを作る、音楽を習い始める、楽器を習い始める、歌を習い始める、そういう表現する趣味を始める、深めていくというのもとてもおすすめです。それがあなたにとても良い影響を与えていく。例えば、その趣味をきっかけにとても良い出会いがあったりとか、その表現力が自信になって、あなたのお仕事にとても良い影響を与えていったりとか、この時は特に声による表現、歌う、話す、プレゼンする、そのあなたの声があなた自身を目覚めさせて、そしてあなたを生かす次のステップの方に自分自身を連れて行ってくれる。声があなたの道を開く。それでこの時はタワーが出ているということもありますので、どんなにその終わりを予想していたとしても、どんな終わりでもストレスになると思うので、この歌もそうですが、ストレス発散になるようなことを、日々ガス抜きになるようなことをするというのがとてもおすすめなんですが、ストレスを溜め込みすぎない。それが体の症状に、心の症状に現れる前に、自分の声を使ってストレスを発散していく。この時期は歌うというのと、お友達とこのお茶を飲みながらおしゃべりをするというのがとてもおすすめです。それは愚痴を言うというのではなく、ただあなたが声を発するだけで、このとても強いエネルギーというのがあなたの中だけに収まることなく外側に放たれていくので、それで自然にストレスが発散されていく。特にこの時は気の合う仲間、お友達ととても良いご縁がある時ですので、気の合わない人と一緒におしゃべりをしたり、一緒にカラオケに行ったりすると、逆にストレスになってしまうものなんですが、この時、この切り替わって出会う人たちというのは、そして縁が深まっていく人たちというのは、あなたととても気の合う人たち、あなたと話すことでその人たちもエネルギーが解放されていって、とても穏やかに自分らしくなっていく。あなたの優しさと感性の豊かさというのを共有し合える人たちに出会えるんじゃないかなって思います。そしてこの時期はタワーですので、あまり遠出はしない方がいいかなと思います。例えば遊びに行くとしても、ここは自分の庭だと思えるような場所、知り尽くしているような場所というのがとてもおすすめで、そしてこの予想はできていた悪い事態というのが健康面という場合もあると思いますが、その場合は日々の生活を徹底的に見直すチャンスになっていく。それだけあなたがこの新しいステップにあなたの感性の豊かさや優しさ、表現力の豊かさというのを生かす世界に導かれているということですし、だからこそこの平和的に問題が解決していって、あなたを次に進ませるために目覚めさせるような終わりが来る。あなたが表現力の豊かさを発揮できる世界に進むための大きな変化がある時になると思いました。それでは4月16日から30日までの水亀座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。